日本語ポッドキャストジャパミミ、私の趣味。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はビギナーレベルのソロポッドキャストです。少し簡単な言葉と文法を使って話します。日本語をたくさん聞いて練習してくださいね。ジャパミミ第2回のポッドキャストのテーマは趣味でした。だから今日は私の趣味について話したいと思います。それでは早速始めましょう。最後までよろしくお願いします。それでは私の趣味を紹介していきます。まず私の一つ目の趣味は読書です。本を読むのが好きです。特に小説を読むのが好きです。いろいろなジャンルを読みますが、ホラーは好きじゃないです。ホラーは怖すぎます。ファンタジー、ミステリー、恋愛もの、ヒューマンドラマなどの本をよく選びます。図書館で借りたり、本屋で買ったりします。時々、メルカリというフリーマーケットのアプリで古本を買うこともあります。今年、特に面白かった本はこの3冊です。1冊目は魔法使いのお話です。ウィキッドはアメリカのブロードウェイで有名な作品ですよね。私は大阪にウィキッドのミュージカルを見に行ったことがあります。ミュージカル俳優のパフォーマンスがすごくて感動しました。本もミュージカルも両方面白かったです。2冊目は私が好きな作家さんの本です。町田園子という作家さんで、今までにたくさんこの作家さんの本を読んだことがあります。この空ごはんという本のテーマは、お母さんと娘でした。お母さんと娘の関係は、時々とっても難しいけど、優しくて温かかったです。3冊目も私が好きな作家さんの本です。川上美恵子という作家さんで、この本はヘブンというタイトルで英語の翻訳があると思います。英語だけじゃなくて他の言語の翻訳もあると思うので、気になる人はぜひ探して読んでみてください。これからもいろいろな小説を読みたいと思っています。皆さんの中に小説が好きな人がいたら、おすすめの本をぜひコメントで教えてください。私の2つ目の趣味は料理です。ほとんど毎日料理をします。子供の頃にお母さんに料理を習って、最近は新しいレシピにもチャレンジしています。でも、あまり難しい料理は作りません。シンプルな料理が好きです。よく YouTube や Instagram でレシピを探します。
私がレシピを探すときはいつも時短という言葉を使います。皆さん、この言葉を聞いたことがありますか？時短とは、時間が短い、時間がかからないという意味です。日本では時短レシピが人気で、ネットや SNS でたくさん見つけることができますよ。例えば、私は最近時短レシピを探してミートソースパスタを作ってみました。このミートソースは電子レンジだけで作ることができてとても簡単でした。大きいボウルの中にひき肉と玉ねぎのみじん切り、それからケチャップ、コンソメ、塩コショウを入れて混ぜます。その後、電子レンジで温めたらもう完成です。電子レンジはとっても便利で、フライパンやオーブンを使わなくても料理できます。よかったら皆さんも時短レシピや電子レンジレシピを探してみてね。そして私の3つ目の趣味はキャンプです。小さい時、よく家族とキャンプに行ってバーベキューをしたり、テントの中で遊んだり、夜空の星を見たりしました。家族と一緒に大きいバームクーヘンを作ったこともあります。バームクーヘンはもともとドイツのお菓子だそうですが、日本でとっても人気のあるお菓子なんです。この大きいバームクーヘンを作るのは時間がかかってちょっと難しかったけど、とても面白かったし、すごく美味しかったし、本当にいい思い出です。最近は夫と一緒にデイキャンプをすることが多いです。私の家の近くの湖によく行きます。この湖は琵琶湖という名前で、日本で一番大きい湖なんです。だいたいいつも小さいテントと椅子、タープ、食べ物や飲み物などを持っていきます。時々本を持って行って、鳥の声や水の音を聞きながら読書をすると、すごくリラックスできます。でも、今日本は真夏で本当に暑いので、キャンプはあんまりおすすめじゃないですね。もうちょっと涼しくなったら、たくさんキャンプをしたいと思っています。それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。これからも時々ソロポッドキャストをします。また聞きに来てください。皆さんの趣味についてコメントで教えてくれたら嬉しいです。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。